こんにちは、アンナスです。今日はコーチングステッチで面を埋める説明をしたいと思います。コーチングステッチって線の刺繍なんですけど、それをたくさん並べると面になるんですね。で、その面の刺繍がちょっと面白いので、それを説明しようと思います。では手元の方にどうぞ。はい、ではコーチングステッチで面を埋める時の刺繍を説明したいと思います。もうコーチングステッチ分かってる方はこれ見ただけであーってなると思うんですけど、一応なんかやり方のコツとかあるのでそれを説明したいと思います。丸いものをやる場合は真ん中から始めてください。真ん中入れて、で左右、これだと上下ですね。端からできないんでね。で四角いものは端からでいいです。で、だいたいコーチングステッチって6本取りと1本取りとか、なんか太いので渡しておいて、で細い本数の少ない糸で留めていくっていうステッチなんですけど、その本数に関してはもう作品によっていろいろあると思います。で、糸を渡しながら留めていくってなると、糸がこんがらがるんですよね。で、どうやって私はやっているかというと、まず1本渡して、で次の一番最初の1手目っていうんですかね、最初のところからも上に出しておく。下にパランとしてると絡まるので、見てない間に裏で絡まるので、必ず見えるところ上に出しておく。で、これ留める糸はでは2本取りにしようと思います。これで等間隔で留めていきます。で、留める時のポイントとしては、糸をすごいギュッと引っ張って、なんかこう無理して同じ穴とかに入れてしまうと、なんかね、糸がねぐにゃぐにゃ動いていくので、今糸がふわっとこうまっすぐピシッとなってますよね。もうこれをね動かさないちょっと動いた動かさないでふわふわっとこう留めていくっていうのが結構綺麗な仕上がりにつながると思います。はい、これでできたら、これもまた糸が裏側からブランって出ていると裏で絡まるかもしれないので、次どこから刺すかっていうとここですね。ここから出すので、ここに出しておいて、針はどっかに休ませておいて、で次この最初の6本取りをやります。ちょっとねじれてますね。できるだけこれはこうねじれがなくてふわっとなった状態の方が仕上がりが綺麗ですね。なので1本ずつほぐしてやるっていうのもありだと思います。ちょっとほぐしてないんでねじれが出てきましたね。はい、これでまた次上に出しておいて針を休ませる。で留める。そうなんで留める時ここに出したんだろうと思った方は、はい、こうやってずらすからですね。レンガみたいな感じ、ちょっとずつこうずれて互い違いみたいな感じ、互い違いっていうんですかね。この最初に作ったステッチとステッチの間にステッチを入れていく。なのでなんか同じ色、例えば赤い6本取りと赤い2本取りだとあんまり目立たないんですけど、でも目立たない方がいい、なんかちょっとサテンステッチに近い感じで仕上げたいっていう場合は同じ色でもいいし、こうやって色変えるとちょっとこう面白い水玉模様みたいなプツプツした感じになるので、なんかこれはこれで面白いかなと思います。でまた等間隔で留めていく。
結構斜めになりがちなんですけど、私なんかこことか結構斜めになってますけど、できるだけ縦にまっすぐピシッてこう留めがしっかりできてると仕上がりも綺麗ですね。そう、もっと綺麗に刺繍したいですね。これは説明だから下手くそっていうわけではなくて、割と元からそんなに刺繍がきっちりできるタイプではないんですけど、こういう感じで可愛く、なんかこれ全部やるとね、なんかそういう水玉模様みたいな柄の面を埋めるステッチとかにもなると思うんで、なんかこの2本取りの本数をもっと4本取りとか5本取りとか6本取りとか太くするとまた雰囲気が変わって、この水玉がもうちょっと存在感が出たりとかしたりとか、あとこのスパンが今短いんですけどもうちょっと長くしたりとか、いろいろアレンジはできると思います。でもやりやすいサイズっていうのはこれぐらいかな。あんまり大きくするとこの最初の6本取りの糸が結構動きやすいのでちゃんとできる方はできると思うんですけど、初めてやる方はこれぐらいにしといた方がいいかなと思います。なんかこの試作で作ったこういうのもあるんですけど、これなんか葉っぱみたいな形にしたんですけど、これはだんだん細くなっていって、だから四角いもの以外はサテンステッチと同じで真ん中に1本、コーチングステッチを作って、そこから上と下と埋めていくっていう感じですね。そうすると最後なんか本当すごい短いステッチに留めのステッチ1本とかになってくるんですけど、それはそれで可愛いと思います。っていうのでいろいろなんか試してみて遊んでみると面白いと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。